あなたが見ているニュース、本当に真実を伝えていると思いますか？今日はノーム・チョムスキーの誰が世界を支配しているのかを紹介します。この本は国家、企業、メディアがどのように人々の考え方をコントロールしているかを明らかにした一冊です。私たちは自由に意見を持っているようで、実は見えない力に導かれているのかもしれません。チョムスキーは言います。知ることは抵抗の第一歩だと。情報をそのまま信じるのではなく、誰が得をするのかを考えることが自由を守るための最初の行動なんです。世界の見方を変える準備できていますか？あなたが毎日見ているニュース、その裏で本当に世界を動かしている人がいるとしたら、ちょっと気になりませんか？こんにちは。今回は世界的な思想家であり言語学者としても有名なノーム・チョムスキーの著書「誰が世界を支配しているのか?」を紹介します。この本はニュースや情報の裏で働く見えない力、つまり国家や巨大企業、メディアがどんな風に私たちの考え方や価値観をコントロールしているのかを分かりやすく解き明かしてくれる一冊です。そんなこと本当にあるの？と思うかもしれません。でもこの本を読むと、今まで信じていた自由や民主主義の意味がちょっと違って見えてくるはずです。この動画では本書の3つの重要なポイントと、そこから得られる気づきを分かりやすく紹介していきます。ポイント1、権力とメディアの共犯関係。チョムスキーがこの本で最初に指摘しているのは、メディアは本当に自由なのかという問いです。ニュース番組や新聞ってあたかも中立的に報道しているように見えますよね。でも実はその情報の多くがある方向へと誘導されているというのがチョムスキーの主張なんです。例えば戦争や経済政策のニュースでは、政府や大企業の立場を強調した報道が多く見られます。反対の意見や異なる視点は小さく扱われる。こうした情報の偏りが積み重なることで、私たちは知らず知らずのうちに支配する側に都合のいい考え方を受け入れてしまうのです。チョムスキーはこれをプロパガンダモデルと呼び、国家やメディアが共犯関係にある構造を分析しています。つまり報道が事実を伝える場から世論をコントロールする道具にすり替わっているというのです。私がこの部分を読んで強く感じたのは、無意識のうちに信じていたものの危うさです。ニュース、真実ではなく、ニュース、誰かが作った物語なのかもしれない。そう思うと、これからの情報の見方がまるで変わってしまいました。ポイント2、グローバル資本と支配構造。次にチョムスキーが語るのは、お金と権力の関係についてです。この章では、世界を動かしているのは政治家ではなく、グローバル資本を握る一部のエリートだと指摘しています。例えば国際的な企業グループや巨大投資ファンドは、一つの国の政府よりも大きな影響力を持っています。彼らは政治献金を通じて政策を動かし、自分たちに有利なルールを作り出している。結果として経済の恩恵は一部の富裕層に集中し、一般の市民にはその利益がほとんど届かないという構造が生まれているのです。チョムスキーはこうした世界の在り方を見えない富のピラミッドと呼びます。その頂点に立つのは莫大な資金を持つごく少数の人々。私たちは知らないうちにそのピラミッドの下の段で働き、
支配構造を支える存在になっているのかもしれません。この部分を読んで私は少しゾッとしました。努力すれば報われるという言葉が本当に公平なルールの下で成り立っているのか、そう考えると社会の見えない不公平さが一気にリアルに感じられたんです。このアキラは経済ニュースの裏側を理解する上での強烈なレンズを与えてくれる部分だと思いました。ポイント3、市民が取るべき姿勢。チョムスキーがこの本で一貫して伝えているのは、無力だと思い込むことこそが最大の支配だというメッセージです。世界の仕組みを知れば知るほど、どうせ変えられない、自分には関係ないと感じてしまいますよね。でもチョムスキーはそこにこそ危険があると警告しています。彼によると、支配の最も巧妙な形は人々に考えさせないこと、つまり私たちが自分の頭で考える力を失うと、権力者は何の抵抗もなく世論を動かせるようになるのです。だからこそ市民一人一人が批判的に考えること、情報を鵜呑みにせず誰が得をするのかを意識することが大切なんです。チョムスキーは、知ることは抵抗の第一歩だと語ります。私たちが日々のニュースに対して疑問を持ち、背景を調べ自分の意見を持つ、それが見えない支配から少しずつ抜け出す方法なんです。私自身この書を読んでから、情報を受け取るだけの人ではなく、自分の考えを持つ人でありたいと思うようになりました。たとえ小さな一歩でも、考えるという行動そのものが自由を守るための武器になるんだと感じました。印象的なエピソード紹介。本書の中でも特に印象的だったのが、チョムスキーが取り上げるベトナム戦争の報道に関するエピソードです。彼はこの出来事を通じて、メディアがどのように事実を伝えながら真実を隠すかを説明しています。当時アメリカでは多くのニュース番組が戦争の現状を毎日のように報じていました。けれどその内容の多くは政府の公式発表をもとにしたもので、実際の被害や戦争の目的についてはほとんど触れられていなかったのです。人々は戦況の進展を知ることはできても、なぜ戦っているのかを知ることはできなかった。その結果、国民の多くは自分たちが加担している現実を十分に理解しないまま戦争を支持していたのです。チョムスキーはこの状況を報道による沈黙と呼びます。つまりメディアは嘘をつかなくても語らないことによって世論を操作できるというのです。これは現代にも通じる鋭い指摘ですよね。 SNS やニュース番組を見ても、取り上げられるテーマには明らかな偏りがある。その背景にはスポンサーや政治的な意図が影響していることも少なくありません。私がこの部分を読んで感じたのは、沈黙もまた支配の手段なんだということでした。例えば環境問題や貧困、難民など報じられないテーマは社会から存在しないことにされてしまう。でもそれは問題がないのではなく、注目されたくない人たちがいるからなんですよね。このエピソードを通して、私は情報を見るだけでなく、見えない部分を意識することの大切さを学びました。ニュースを見て、なぜこれが話題になるのか、なぜこれは話題にならないのかと考えるだけで、世界の見え方がガラッと変わると思います。この気づきこそ、チョムスキーが読者に伝えたかったメッセージの一つだと感じました。本書から得られる気づき、誰が世界を支配しているのかを読んで一番強く感じたのは、情報は中立ではないという事実です。ニュースも SNS の投稿も必ず発信する目的や背景
思っています。それを意識せずに受け取ると、知らないうちに誰かの意図に影響されてしまうんです。チョムスキーは情報を鵜呑みにせず、誰がこの情報で得をするのかを考えることが大切だと言います。この一言は私のニュースの見方を根本から変えました。以前の私はテレビやネットの報道をそのまま信じていましたが、今ではなぜこの順番で伝えているのか、誰の意見が省かれているのかと一歩立ち止まって考えるようになりました。この本を通して気づいたのは、真実を知ることよりも考える姿勢を持ち続けることの方が大事だということです。チョムスキーは世界を変えるのは特別な力を持つ人ではなく、自分の頭で考える普通の人たちだと語ります。たとえ一人一人の力は小さくても、考え、話し、共有することで支配の構造は少しずつ崩れていくのです。私自身もこの本を読んでから SNS やニュースを受け取るだけの場ではなく、考えを育てる場として使うようになりました。例えば何かの出来事を見た時に、違う立場から見たらどう感じるだろうと考えてみる。それだけで情報の世界がぐっと立体的に見えてくるんです。本書は現代社会の情報の洪水の中で自分の頭で考えるためのコンパスのような一冊です。まとめです。誰が世界を支配しているのかは、読む人の世界の見方を根本から変える一冊です。一見難しいテーマに思えますが、チョムスキーの語り口は意外と冷静で、陰謀論ではなく構造を見抜く力を与えてくれます。私がこの本を読んで感じたのは、自由な社会や民主主義が実はとても繊細なバランスの上に成り立っているということです。ニュースや SNS の中で私たちは選んでいるつもりでいても、実際にはあらかじめ用意された選択肢の中で考えさせられているだけかもしれません。チョムスキーのすごいところは、その現実を暴くだけで終わらず、それでも考えることをやめてはいけないと語りかけてくる点です。この本を読むと、自分の意見を持つこと、情報を吟味すること、そして沈黙に気づくことの大切さを痛感します。正直、読むのに少しエネルギーはいります。でも、最後まで読み終えた時、世界をただ見るのではなく、読み解く目を手に入れたような感覚になります。社会の仕組みを深く理解したい人、そして情報の海で流されたくないと思う人に心からおすすめしたい一冊です。いかがでしたか？今日はノーム・チョムスキーの誰が世界を支配しているのかを紹介しました。この本を読むと、ニュースや SNS の見え方がガラッと変わります。情報の裏にはいつも意図がある。それを見抜く目を持つことが私たちの自由を守る第一歩なんです。あなたはどう思いましたか？世界を支配しているのは誰だと思う？ぜひコメント欄であなたの考えを教えてください。みんなの意見を読むことで、このテーマがさらに深まっていくと思います。そして今日の内容が少しでも考えるきっかけになったら、高評価ボタンとチャンネル登録も忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。